おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。今日テストするのは KZ の AS10 Pro。いつも見た通りのこの KZ パッケージなんですが、KZ ってこの黒い箱と、それから白い箱があるんですよね。白い箱のバージョンが通常のモデル。出てくるかな。よいしょ。こんな感じのモデルに入って送られてくるのが安い。お手頃ないつもの KZ。で、ちょっと黒のパッケージは、ちょっとプレミアムなモデルですよっていう感じになっております。プレミアムなモデルなんですけど、実はここしかね、このシールの部分しか変わってないので、コスパとしてはこっちの方がいいんじゃないかってちょっと思うんですけど、どうなんでしょう。いつも通りのパッケージ内容なんですが、一応開けて見ていきましょう。パッケージのね、スリーブを外すと、すぐにもうプラスチックのカバーが入った AS10 Pro の本体がお目見えします。AS10 Pro 今回は今までの AS10 と違って金属製のねフェイスプレートになりました。他の上級機と同じ仕様になりましたね。で、パッケージの内容はもう本当にいつも通りの KZ になっております。この通り、ケーブル、いつも通りのこれ白の、シルバーのケーブルですね。他の KZ にもよくついてきます。それからイヤーピース、1セットです。これ本体はおそらく、やっぱり、本体のついてくるやつは、これは低反発のねウレタンフォームですね。このタイプがついてくる KZ ってちょっと高めの印象があります。で AS10 Pro、今回はだいたい前のモデルのリファインのやつってスイッチがついたりしてたんですけど、今回はネットワークボードがここに見えるようになってます。もともとの AS10 Pro ってこの辺りにね、ネットワークボードがねフェイスプレート代わりに鎮座するっていう結構独特なデザインだったんですが、他の KZ と同じ感じになりましたね。というわけで、これが本体のパッケージ内容になります。それでは、本編の方をお楽しみください。KZ の敵はいつだって KZ なのだ、というわけで。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ の新作フル BA イヤホン、KZ AS10 Pro だ。KZ の命名法則は、両側の BA の合計を型番にすることなので、このフル BA イヤホンは片側をドライバーを搭載することとなる。実は、AS10 というモデルは、KZ が初めてフル BA を発売した構成である、記念碑的構成なところがあって、長らく、その後継モデルの登場が待ち望まれていた一台でもあったりするんだぞ。より小構成の AS6 の方が人気を博したので、そっちのリメイクを待っている人も多そうだけど。さて、この AS10 Pro、外装は、従来の AS10 と近いところと、妙に分厚くなったところがある。元々の AS10 の形をベースに、KZ のフル BA シリーズは展開しているんだけど、最近は金属フェイスプレートのせいで厚みが増してるんだよな。で、AS10 Pro は、そんな最近のフォーマットを踏襲して作られているので、元祖 AS10 より横柄だし、重量もある。他の KZ の大構成 BA 機から乗り換えても、体感できるほど装着感に差はないはずだ。内部は相変わらず粒子みたいな質感の BA ブラケットが見える仕様になっている。ここに収まっている BA は4機種。1台も型番が被っている部分がなく、ストイックななりが期待できるぞ。5BA なのに4機種なのは、1台、2種類の BA を統合した型番の BA が入っているから。なので、結局5台分、というわけだ。ちなみに、初期型の AS10 は、30分ほど装着していると、激しく耳が痛くなることがある、装着感に難のあるイヤホンだったんだけど、これは、本体形状というよりも、付属のケーブルのイヤーフックが、針金で癖をつけるタイプ。詰まり方すぎたから起きた問題だった。なので、当時から、割と癖のない形状だった AS10 系は、今回の AS10 Pro でも、特にストレスなく装着できるだろう。ただ、ハウジング自体はでかいし、若干重量もある。AS10 Pro が長年リメイクされなかったのは、AS16 Pro という、同じ KZ のライバルが、ずっと近い価格帯に居座っていたから、低価格化によって、AS16 Pro が平気で5000円を割る状態だったので、近い価格帯、かつ構成が小さい AS10 Pro を同時に出しても、シェアを奪い合う可能性が、あるんだけど、できたから発売しちゃった星。という、KZ 開発陣の声が聞こえてくるようなタイミングでのリリース。まあ、KZ だし。と、ジョークで終わらないのが、今回の AS10 Pro。先ほども言った通り、AS10 Pro に搭載されている OTS のドライバは、どれも異なるもので、ドライバ数が多いことは、時として BA イヤホンに、独自の個性をもたらす。同じ担当部位に同じ種類の BA を複数重ねることは、より濃厚でより密度が高く、また、それぞれの音が突出しない、綺麗にまとまった BA を作る場合に有利だが、逆に、BA の数を減らすと、より、一つ一つの音の分離感が高まり、カリッとしつつ元気なイヤホンになりやすい。AS10 は、高音から低音まで、十分な音を出せる構成を持ちながら、どの BA も独立した音色を、かつ元気にハキハキと、ドンシャリ感強めで吐き出せる、元気で楽しい BA を体験するのに、最適な一本となっているぞ。
おまけに、今は2024年、5年以上の歳月を経て、改めて登場した AS10 Pro は、AS10 当時に発生していた不満点を、しっかり取り除いて、かつ、AS10 より、とある要素で大きく優れる仕上がりになった。音色について触れてみよう。AS10 Pro は、初代モデルのドンシャリ感を保ちつつ、初代モデルでまだ不完全だった、高音域のピークや、一部の音が突出する問題を、しっかりと取り除いている。より他ドラの製品でも同じ現象が起きていたので、今回の AS10 Pro にも期待していたんだけど、しっかりと今回も以前のモデルに比べて、完成度が高まっていて嬉しくなる出来だった。5BA の KZ としては、過去に発売されたモデルたちから、一段確実に統合完成度の高まったモデルとなったぞ。でも、粗さが味になっているモデルで、そういった完成度の高まったモデルが登場すると、そのモデル独特の個性が失われるのは、よくあることだ。今回の AS10 Pro はというと、現行の KZ 製フル BA の中で、一番わかりやすくドンシャリな音色であり、また、音色全体の完成度が高まったことで、ある要素も大きく前進している。それは、空間表現と距離感。AS10 は、ソリッドな音色な反面、割と空間表現が狭めで、また各楽器の位置関係も不明瞭だった。AS10 Pro では、その部分が整理されたことにより、初代 AS10 より広い空間と、適正な距離を置いた音源のおかげで、より自然に聴けるようになった。それでいて、AS16 系の、よりまともにまとまった感よりも、KZ らしい、とりあえずまずは楽しく、という、ドンシャリ感のある音色に仕上がっているぞ。なので、AS10 Pro は、過去の AS10 の粗さを取り除き、空間表現を最適化し、現行の他社 BA キラーである、AS16 Pro 及び Pro X と比較して、メリハリのあるドンシャリを実現した、5ドライバーらしさと完成度を高めた1台となった、というわけだ。これは、元々の2010年代に登場していた、初代 AS10 と初代 AS16 の関係性に近く、より進化した現環境で、これが聴き比べできるのは素直に楽しいな。ただし、KZ の他ドラの扱い方が進化した関係で、以前の AS16 はオウムで各音色が重厚に重なり合うような音に特化してたんだけど、現行の AS16 Pro は、よりシャープな表現もできるようになっている。なので、AS10 と AS16 ほど、両プロの得意範囲は完全に分離しない、それぞれのイヤホンの性格は以前より近づいた。それでも、明らかに低音域のインパクトに関してや、それぞれの音を整理して楽しく聴かせる、という、より小ドライバーなイヤホンが得意な部分は、変わらず AS10 Pro が得意なので、同じようなターゲットを目指しつつ、それぞれの特徴をしっかりと出している AS10 Pro と AS16 Pro X は、比較するに値する機種たちだ、と感じたな。AS10 Pro は、今後もフル BA の入門機としておすすめできる価格になっているので、フル BA を、とりあえず低価格で試してみたい人は、まずは AS16 Pro 及び X、そして、AS10 Pro から触ってみるのがおすすめだ。AS10 Pro は、特にドンシャリ好きの人が掴むべき、メリハリと取捨選択が優れたイヤホンとしておすすめするぞ。と、こんなところでレビューはここまで。このまま感想会に移行するぞ。というわけで本日もお付き合いいただきありがとうございました。レビューふぐみかんのふぐみかんです。今日テストしたのは KZ の AS10 Pro。AS10 はね、本当に2018年に発売されてからずっとリメイクが望まれていた機種だったんですが、全然音沙汰もなく5年以上の歳月が経ち、さすがに後継機を出すには随分時間が経ちすぎたかなと思っていたこのタイミングで KZ のリバイバルブームが今来てるみたいで、 EDQ Pro っていうもっと古い機種もね、プロにいきなり引き上がったりしていて、このタイミングで AS10 Pro もやってきたというわけです。10 Pro、決してこのイヤホン売れない機種というわけではないんですが、実はすごく大きなライバルが存在していて、しかもそのライバルが同じ KZ 製なんですよね。現在アリエクスプレスのチョイス、お買い得コーナーみたいなところがあるんですけど、このチョイスに KZ の AS16 シリーズが展開しています。 AS16 Pro と AS16 Pro X っていうモデルが非常にお安く出ていて、現在の AS10 Pro とほぼ同じ値段で出てるんですね。じゃあドライバー数が多い16 Pro の方がお得なんじゃんっていう風に思ってしまうかもしれないんですが、それぞれの強みちゃんと違います。もちろん両方とも KZ 系なのでちょっとねメリハリのある音っていうのを得意とするんですけれども、 AS16 Pro の方は KZ の中でもかなりフラットと言っていいぐらいにまとまった商品になっていて、対して AS10 の方はよりメリハリの効いた音っていうのを得意としてるんですね。ドライバー数が多いからといってフル BA はそちらの方が優れているということはなくて、逆にドライバー数が少ないことによってそれぞれのドライバーでね、特にこの10ドライバーが全て別の音を鳴らしてるわけではなくて、結構重なってるんですよ。高
高音域が4、中音域が2、低音域が2みたいな感じで、これは AS16 かなの仕様なんですけど、それぞれの BA が同じ型番のものが搭載されているってことは結構あるんですね。で、これ同じ型番のものを搭載すると、特に初期の中華イヤホンではよくあったんですけど、音の荒さを解消することができたりとか、それからもっとね、現在進化しているものに関しては、より厚みを重ねることによって音色がウォームになって熱くなって重くなるっていう効果があったりします。もっと高いモデルのね、Q イヤーズのオーケストラライトとか、あれぐらいのクラスはそういう目的を持って作られてますね。対してこの AS10 Pro 搭載されている BA の型番が全て異なります。つまり全て仕事が異なるというわけで、一つのパートに1台の BA しか基本的にいないんですね。これはハイブリッドイヤホンの方でもよく言ってるんですが、こういうドライバー数が少ないイヤホンがドライバー数が少ないほどよりメリハリが効いて、各音色の分離、それからどの音を聞かせたいかっていうところは明瞭になっていくので、より聞き取りやすいイヤホンになりやすいです。特に AS16 Pro と AS16 Pro X、それからこの AS10 Pro っていうのを聞き比べると、AS16 系列に比べて AS10 の方が明らかに低音域の持ち上がりが良かったりとか、それから高音域もね、よく響いたりとかで、ドンシャリ、それからメリハリの効いた音っていうのを好む人は絶対にこちらの AS10 Pro の方がいいよっていう感じになるんですね。AS10 もともと登場したモデルっていうのはもうすでに2018年ですから、中華イヤホンって1年変わるとすごく音が変わるんですけど、AS10 Pro と AS10 で何が違うかというと、全然高音域のその量感の良くなってるところとか、それから低音域とかはね、あまり変わらないんですけど、これらをこうぐるっと全部まとめて聞いてみると、AS10 Pro の方が空間表現が自然になるんですね。AS10 って割とこう近い音遠い音っていうのが分かれてて、割とちぐはぐな感じ。当時としてはもうそれがね当たり前だったんですけど、現在はそこに空間表現まで加味して考えるイヤホンっていうのが増えてきまして、AS10 Pro もね同様にその空間がちゃんと広いで、それぞれの楽器がちゃんと定まった場所にいるなっていうのを感じられるように進化しました。ここの進化がかなり大きくて、やっぱりそれがね違うとね、臨場感が全然違うんですね。空間にいるっていう感じがすごくするので、音をそれぞれ聞き取るっていうんだったら AS10 とこのプロの方はあんま変わんないんですけど、ここがねさらに進化したことによってより自然に聞けて、なおかつ AS16 シリーズね、今現在非常に猛威を振るってます。安くてなおかつちゃんと完成度が高いということで、もう不満がない一台なんですけど、ただその AS16 Pro とか Pro X に比べて AS10 Pro 明らかにメリハリが良くて低音域もよく出ます。でかつね、この低音域っていうのはフル BA の低音域とダイナミックドラムの低音域、音のね出す方法はそんなに実は変わんないんですけど、もちろんそれ両方とも振動ですからね、最終的には。でこの振動を生み出す、ただその大きさとか、それから部材とかが異なることによって、やっぱフル BA の低音域とダイナミックドライブの低音域って全く異なるので、KZ 系のよりこう KZ っぽい音が好きで、なおかつフル BA 聞いてみたいなっていう人には AS16 系よりもこの AS10 Pro の方が相性が良かったんじゃないかなと思います。実際聞いてみてね、ちょっと懐かしい気持ちになったりとかもしたんですけど、ただやっぱり AS10 と聞き比べてみると、今ねもうこの環境まで一気に進化している状態で最近のイヤホンにズブズブに使ってるので、最初聞いた時は分かんなかったんですが、 AS10 のねいざ聞いてみるとね、明らかに空間表現が違うんですよね。こういうところちゃんと進化しているので、現在こう古いモデルをあえて買うというよりは、同じね型番のプロが出てる場合は KZ は基本的にプロとかね進んだモデルの方に行っとけば間違いないのかなとも思います。ただし ZS10 Pro X と ZS10 Pro 2に関してはね、全然性格が違いすぎて、どっちを買うか悩むっていうよりは、その性格に合わせた方を買うっていう風になりがちなので、まあ AS10 Pro に関してはその AS10 と同じような方向性を維持しつつ、ちゃんとね現代風のフォーマットにもう一回まとめ直しましたよっていう仕上がりになっているので、 AS10 Pro に関してはとりあえず新しいやつを買えばいいです。 AS16 Pro と AS10 Pro どっちを買おうかと悩んだ時には、より音のまとまりがあったりとか、それからそれぞれの音がね突出しない、より丁寧な音になってるものっていうのは AS16 Pro、特に AS16 Pro X が非常に完成度が高いので、そちらに行けばいいと思いますし、もっとメリハリがあってね元気な音欲しいなと思った人は AS10 Pro の方でいいと思います。そういう住み分けもちゃんとできてますのでね、意外にこう結構パイを食い合うんじゃないかと思ってたんだけど、意外にこれは食い合わないようにちゃんと作ってあるなっていう風に感心した一台でした。とりあえずね、他のフル BA で結構ライバルがあるので、今回は星5はつけないつもりでいるんですが、ただ AS10 っていうこのモデルを指名買いする人はもう間違いなく買っていい、星5で問題ないと思います。ちゃんと進歩してますし、ちゃんと AS10 の性格も引き継いでますよっていう一台になってますので、そろそろこの2018年から酷使した AS10 君がね壊れる前にメインで使う機種を AS10 Pro 君に変えてあげてもいいんじゃないかなとも思います。といった感じで今回はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。ふぐみかんでした。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。